プラス AI ニュースラボ。こんにちは。今回のディープダイブへようこそ。早速ですが、テーマは2025年11月現在の高市早苗政権、その経済政策、通称サナエノミクスです。今回ご提供いただいた資料をもとに、あなたが抱いているであろう革新的な疑問、ここに迫りたいと思います。円安と株高は聞こえは良い。でも、一方で物価は上がって生活は苦しい。なぜ政府と日銀は円安を是正するために利上げをしないのか。そして、このまま進むとどんなリスクがあるのか。では、この問題を紐解いていきましょう。はい。資料を読み解くとですね、まず最大の理由は、高市総理の経済哲学にあると指摘されています。経済哲学ですか？インフレの種類を見極めるという考え方ですね。今の物価高は需要が強い良いインフレではないと。なるほど。あくまで輸入コストが原因の悪いインフレ。いわゆるコストプッシュ型だというのが政権の判断なんです。なるほど。病気の患者にさらに負担をかけるようなことはできないという考え方ですね。まさにその通りです。この状況で利上げという強い薬を使えば、経済全体を冷やしすぎてしまう。スタトスレーションのリスクということですか？不況とインフレの同時進行ですね。それを極度に警戒している。これが、今は利上げの局面ではないという日銀への強い政治的メッセージになっているわけです。ということは、市場は日本では当分金利は上がらないぞと。そうです。そういう共通認識が生まれて、安心して円売り、つまり円安を進める大きな要因になってしまっているんですね。なるほど。そうなると、リスナーのご指摘通り、これは株価を維持するためという側面もやはりあるんでしょうか。ここからが本当に面白くなってきます。もちろん株価維持は政権基盤の安定に不可欠な要素です。ですが、資料を読むとそれだけじゃないんですね。と言いますと、円安をむしろ成長戦略の一環として位置づけている癖があるんです。成長戦略。はい。出資企業の業績を向上させる。それから海外に出てしまった工場を国内に戻す。いわゆるリショアリングを促進する狙いですね。しかしこの戦略には大きな落とし穴があると、資料ではアキレス腱と表現されていますね。まさに、この政策の最大のリスクは悪循環にあると指摘されています。悪循環ですか？物価高対策として行っている補助金、いわゆるばらまきですが、これが財政への信任を損なってしまう。はい。それがさらなる円の信用低下を招いて、結果的に円安とインフレを助長してしまうんです。それはかなり深刻な話ですね。最悪のシナリオとしては、市場が日本財政への信任を完全に失って、国債が暴落する。そうなると、日銀がコントロールできない悪い金利上昇が起きる可能性すらあります。リスナーが懸念されていた専門家の意見の偏り、いわゆるエコーチェンバー現象も、このリスク認識の甘さにつながっていると。政権の中枢が積極財政派で固められているため、通貨暴落といったその市場からの警告が届きにくくなっているのではないかというガバナンスの問題ですね。では結局のところどうすればいいんでしょうか。資料が示す解決策はかなり痛みを伴う外科手術だとされています。外科手術。まず、政権が株価市場主義を捨てること。そして日銀に利上げを容認する。短期的な株価下落は覚悟の上でということですね。はい。そして補助金政策からエネルギー自給率の向上といったもっと根本的な供給力強化に舵を切る。金利を正常化して生産性の低い企業の新陳代謝を促す。短期的な痛みはあっても、これしか通貨の価値を守る道はないと。なるほど。まとめると、高市政権は短期的な景気を維持するため、財政出動でインフレの痛みをわらめる道を選んでいると。しかし、その戦略は通貨の信任を失うリスクをはらんでいる。問題は解決策がないことではなくて、短期的な痛みを許容する政治的決断ができるかどうか。意思の欠如というわけですね。はい、そこが最大の焦点です。最後にあなたに考えてみてほしい問いがあります。資料は経済政策の選択肢に焦点を当てていました。ではここからもう一歩踏み込んでみたい。それは国民の生活水準の低下という痛みが株価に代表される経済指標の好転という利益を上回る転換点は一体どこにあるのか、そして政府はその一線をどうやって判断すべきなのかということです。